出てきた。コンボスス、リマラサス。他们的语言吗？这么灵活？这不会是那个原住民吧？它可以变着换形态。高い体温、日向の匂い。慣れ果て。だがこれはナナチと同じ。やけに整った。娜娜奇并不是唯一一个。お前、腕どうした？哦，关心他哎。他有记忆耶。レグ。僕はこいつと会ったことがある。那个记不住了，因为どうした？索斯。何者だ？あの書き置きを残したのはお前か？ハディム、後ろ、なんぞす？フラデファメラ。身が多いの、スカンソス。何？哦，它的毛这么多功能，跟娜娜奇还不太一样，比娜娜奇还更上一层。あまりにも儚く、あまりにも強い憧れから生まれた。あなたが残した最後の。所以他们当时那个小队到底经历了什么呀？估计没有人是这样再像最开始那样完整啊。他可能跟雷哥以前是朋友，操碎了心呀。あいつ、無茶してねえといいが。ほり、いい匂いのふわふわ。ナナチだ。いい匂いのナナチ。君はまだ自分の価値を得る。影に変えてない。水も果物もあるけど、ここでの取引、価値必要だよ。そうか、どうすっかな。あの平たいの踏んづけたらくれねえかな。なあ、マジかじゃ。生産ってあったろ？あれ、リコの言い分でメーニャの価値が決まったのか？なあ、違うよ。違うのか。前も言ったけど、イルブ。村は皆のよく知ってる。なぜ知ってるか。信号を見てるからだよ。信号、頭の中のか？頭だけじゃ足りない。灵魂吗？関わりも含めた魂の信号。口でいくら言っても魂の信号は。所以这个价值是肯定是能被肯定的。自分で言ってた嘘を信じ込むやつよ。もし自分の口で自分騙せているなら、それはそのものにとっての本当。やがて魂の信号になる。メイメウ、ナナチにとっての価値は何？オイラか？そうだな。ミーティと。あれ、ミーティ。そう、ミーティ。あとはあいつら。他はいいや。気持ちよくわかる。とてもいい匂い。カジャも欲しい。でもナナチよく知ってるね。3軒のベラフが使ってるのに。啊，米记吗？ミーティ。仮面の男同名儿。温かな呪いの塊。波多尔多，假面男人。不会吧？还有个米记吗？3軒はここ作った者たちだよ。そこじゃねえ。オイラの聞き違いか。何が誰を置いていっただと？波多尔多跟这儿还有联系呢。くそ。どこだここは。お前どうした？ここのことも忘れたぞ。
質問は質問で返すようで悪いが、僕とお前はどういう関係なんだ？お前と会ったこと。但感觉还挺友好的他。那雷格是立可给的名儿。啊！哦，占有欲。索斯应该是他的原名。强制 play。哇，它这个好多功能啊！它可以治好吗？哎呦，我的肚脐都要开始疼了啊！哦不，太残暴了，但是。哦，那个，天呐，我肚子好疼啊，感觉。どっちがお前の白サソス？なんだと？白。一番高い価値のことすす。やっぱりファプタのレグだ。念のため見せるさせ。ああ。やめろ！冗談じゃないぞ。自分を知る前に穴だらけにされてたまるか。大体お前が知る僕はレグじゃないはずだ。それは地上でリコがつけてくれた名前だ。そんなわけなさそうす。レグ、前はレグ言ったそうす。那也太巧了。お前の話は要領を得ないな。ファプタ、嘘言ってない。レグ、どこ行くのぜ。悪いが戻らせてもらうぞ。リコとナナチが待ってる。レグ、お前、人のこと同じ時間歩むつもりか？あいつら死んでも哦不，别这样吧。嘘のつもりそそ。因为他们是很长寿的。他们也是雷格的哈库。但是感觉他也好孤单啊。会不会是什么停滞之中？时间停滞之中。这个音乐。哈哈。我相信雷哥。アビスに何が起きている？可能也有人类带去的种种。
哦，このおトイレ慣れないな。頻繁にあ来てくれるの嬉しい哦んだけど。不，ねえレグ、ナナチ、このおトイレ水食べるよ。レグ、ナナチ。腹を下したらまずは水だ。命取りになるぞ。好乖巧，好听话。ナナチ。这水也是干净又卫生。嫌な予感する。お二人ともどこ行ったかわかる？こんなお耳の。外？どこ行っちゃったの？レグ、ナナチ天呐，怪吓人的。思わず隠れちゃった。二人が戻ったらこれ見せて。わかる？それと今日のお題。マスマルサーミンテーテフブ？フブ？お願いします。迷わずに行けるかな。村のことほとんど分かってないんだよね。分かってる。慎重に慎重に急ぐ。マジカジャさんってわかる？モーディママジカジャ。マーディモ。わかんないか。ありがとう。またね。市場行きながら探してみる。又这样跟着了，ついてくる。昨日とは違う人たちだよね、これ。长得感觉没有昨天的可爱了場。所わかるんで。マジカジャ。カジャさん？センクロンオーバス。センクロン。こっち？天哪，他们是害怕太阳吗？啊！私の価値を傷つけるのは、ひどい生産とかされちゃうからやめた方が。ちょっと。这是陷阱吗？やばい。啊！不是吧？怎么又这样啊？哇，他居然出手！哦，因为他想要。この音、生産の時の。まあ。メイニャン。ヘルメット食べられちゃった。黒いの追ってこない。よかった。生産はこの人じゃないんだ。メイニャンを
がとう。已经 PTSD 了。まあ、ねえ、あなた、体は大丈夫なの？まあ、ますますわかんないや。この騒ぎでも、二人とも出てこない。やっぱり何かあったんだ。ごめんね、私、二人を見つけないといけないの。助けてくれてありがとね。お礼は必ずするから。まあ、まあ、まあ。ああ、まあ、まあ、あ一緒に行こう。怪可爱呢。あなた、お名前は？まあさんでいい？ああ、迷子にならないよう案内してくれる？害怕孤单了。さっき音しなかったか？例の生産ってやつの。だね。でももう終わったよ。気になる。いい。早く連れてってくれ。但是这下他们3个人完全就分散了呀。今日はすごい混んでるんだね。大丈夫。人混みはガイドの仕事で慣れっこだもん。まあ、二人とも曾经的工作派上用場。なんかすごくいい匂いする。お店、食堂だ。お店、私、おばさまのとこでしか食べたことないや。腹を下した時は水だ。あと無理してでも食え。よく噛めよ。这吃的啥呀？狭い。いい匂いに混ざって、うんこっぽいのも漂ってる。隣の人脈早い。献立？見ても像画儿。美味しそうな匂いのやつ、どう頼んだら出てくるのかな。じゃあポポフ。あれで。コンボー。コンボー。あの人の口、私と似てる。なら、私も食べられるもののはず。じゃあすまん。哦不，什么巨型章鱼小丸子？はで。あ、これで召し上がれと。哦，お店の前で嗅いだのこれだ。いろいろ入ってる。还挺神奇。居然还是辣的。他说的是3件のワズキャンだ。エラフ、カジャ入るよ。这是什么？他的骨骼吗？哦，就是最开始出现的那个巨大的。
米蒂，不是吧？而且还是眼睛好的，是同一个米蒂啊！失而复得，娜娜奇。価値は移ろい、旅は終わる。他这是被困在这里了。天哪！不知道就是这一季这个异地的这句歌词儿 "I still remember you" 会不会就是跟雷格和法布塔的关系有关呢？感觉他们应该是有一段非常丰富的过往的。能看出来法布塔他真的是很想念雷格，感觉是很亲近他，也很担忧他。不过他也确实挺野蛮的呢。而且其实也让我不禁想到，就是雷格他之所以那么喜欢摸娜娜奇的毛啊，或者说是嗅他身上的味道，会不会跟法布塔有关呢？因为而且雷格他的名字本身就叫雷格，我记得丽可他之前说雷格是他们家狗的名字，那不知道会不会就是莱萨起的呢？因为雷格跟莱萨本身也认识，所以可能莱萨当时赐名给雷格叫做雷格索斯，应该就是同样这种命名他们家狗吧。我也真的很喜欢雷格从那个洞穴里出来之后，满天这样降落的这个不屈之花的花瓣太漂亮了。我想要本身这个深渊它的时间应该就是比地面上要慢得多吧。可能对于地面上面已经过了非常非常久的时间了，这些名牌只有在丧葬的时候才会有这种不屈之花花瓣的洒落这样的仪式吧。总不至于是集体婚礼吧？应该是很多人都死了，在这一段时间都死去了，所以呢留下了这么多的名牌，也真的不知道 leader 奈特他们会怎么样呢？而且就是不知道跟他们所在的黄金乡，它就是漂浮那种钟楼啊什么的，会不会就是有暗指这里的时间其实已经是个静止的状态呢？或者说无限的是被延长？但是又让我想到，就是波多尔多在那个电影里时候也说到什么下一个2000年之类的，会不会就是说他们这个时间一直是停滞在这里，直到2000年之后，它才会类似于大洗牌之类的，时间才会重新的流动起来，或者说是倒回。马基卡加也是说到一个非常重要的讯息，就是说他们这些价值其实类似于是灵魂的一种信号，所以我觉得可能这也是为什么他们就是坚信就是他们所认为的价值，因为灵魂不会骗人，但如果自己能骗自己，把自己也给骗服了的话，那他自身所锁定的这个价值也是可行的。那这样的话岂不是就是在于你如何骗了吗？那这样说的话，其实这种灵魂的信号也是可以被这种谎言给带偏的。但是还有个很 tricky 的地方在于，那你怎么去定义什么叫骗呢？我可能自己也没有骗自己，我相信这个就是真实的。如果它跟客观存在的真实不一样的话，那我这还算骗自己吗？我也很喜欢，就是立可这一集类似于跟马叫成了一个朋友吧，就是跨物种之间的友谊，真的是很暖心。立可像个小天使一样。波给他取名叫马也真的是很草率了，就是像当时叫雷格他们家狗的名字一样吧。我就说这个瓦兹乔的名字怎么这么耳熟，我才就是看了笔记才想起来，就是应该是他们之前那个小队那个吃草的那个队长。真的完全没想到他们怎么都变成这副模样了，包括还有他们那个小队的红毛应该是叫布耶可，他像是被困在了这个无尽的深渊里，但是他们都还就是在这个生孩村。我更加好奇他们到底经历了什么吧，毕竟他们当时真的也没什么经验，也没什么特别的武器，他们肯定也遇到非常多的困难和麻烦吧，可能才演变成如今的这个局面。包括就是他最后所说的，一旦价值被找到了，这段旅途就结束了，也感觉也多少预示了这些探险者的未来吧。不知道 Liza 他是否已经找到了自己的宝物，会不会他的旅途已经算结束了？最后出现的双眼都完全的米蒂，就是也让我想到，这真的是真实存在的米蒂吗？不过当时连波多尔多都设法想杀死米蒂，杀不死的时候，就是其实米蒂身上应该是有非常多可能性的，就也许他有一些什么性质，就是大家可能还不知道。但是这样的话，我觉得不是任何一个米蒂都是娜娜奇的米蒂，不是娜娜奇真正的宝物，得是娜娜奇的那一只米蒂才是真正她的宝物吧？会不会就是
就是像波多尔多能一直无限复制自己一样呢，就是一个意志的传递。真的也让我对深海村越来越恐惧了，感觉它真的是能创造出很多东西，感觉深海村还有很多不为人知的能力吧。尼克他们真的还挺危险的，并且这个村子还跟波多尔多还有联系呢。这是2结束，我们下期再见了，拜拜。